こんにちは、くまみきです。今日の動画はベトナムのスーパーで買ったお土産紹介やっていきたいと思います。やっぱ海外旅行といえばね、スーパーでばらまき土産を皆さん買うんじゃないかなと思うんですけど、私も今回初めてベトナムに行ってでガイドさんに聞いた人気の商品だったり、自分でネットで調べてこれ美味しそうだなって思ったものを買ってみたりとか、その場で気になったものをカゴに入れてみたり、たくさんお買い物をしたので、今日はですねしっかり全部食レポ付きで紹介したいと思います。というわけで、私今朝ごはんまだ食べてなくて、今からこれが朝ごはんになってくるんですけど、まずね飲み物をちょっと1個用意していきたいなと思います。まずはこちら、これが多分ねお土産に一番人気なコーヒーです。なんかすごいベトナム感強めのパッケージなんですけど、どうなんでしょう。中はですねこんな感じで一個一個袋に入ってるので、すごいばらまきやすいですね。そう、ベトナムってコーヒーが有名らしいんですよ。私も行くまで知らなかったんだけど、向こうのコーヒーはお店で飲んだけどすっごい甘い。コーヒー自体の苦味が多分めっちゃしっかりしてるからか、その分すごい甘いのたくさん入ってて逆にめちゃめちゃ甘いけど苦味もしっかりあるって感じですごい美味しかったです。でこれね中粉になってるので、ちょっとお湯を入れて飲みたいと思います。はい、お湯入れました。色はねカフェオレみたいな感じで、ミルクとかお砂糖とかも全部一緒に入ってるのかな。いただきます。美味しい。これ飲みやすい。ベトナムのお店で飲んだのよりも割とすっきりしてますね。これ美味しいこれはみんな喜んでくれると思うな。甘すぎず苦すぎず、すごいちょうどいいです。で他にもコーヒーいくつか買ってて、じゃじゃーん、あら日本語書いてある。可愛くない？これじゃこう猫コーヒー。そう、結構ねほんと日本人向けっていうか、日本語がもう書いてある商品めっちゃあったんですよ。日本人観光客多いんだろうね。ちょっとこれ開けてみる。ちょっとねコーヒーの種類がありすぎて逆によく分かんなかったんですよ。これ粉だちょっと待って、これ普通にあれだと思ったら小分けになってて、1個もらってあと家族にあげようって思ってたけど、粉ですね。完全なる粉です。あらあら、これはフィルターとかちゃんと必要なやつだ。ちょっとごめんなさい、うちにはないのでちょっとこれだけ食レポ無理かも。ジャコウネココーヒーっていうのがちょっとこれ嫌って人もいるかもしれないんだけど、作り方がジャコウネコにコーヒーの実を食べさせて、でそのジャコウネコが出したうんちから取れるねコーヒーということなので、その話聞いて嫌だって人もいるかもしれないから、ちょっと好みよく聞いて渡した方がいいかもしれません。続いての飲み物はこちらです。ネスカフェ。これはベトナムのミルクコーヒー。中開けるとまたこんな感じでねいっぱい袋が入ってるんで、これもね分けて配れるかなと思うんですけど、1袋に対して 50ml の熱湯を注いで、ホットでもいいしそこに氷加えてアイスでもいいよっていうものになってます。ちょっとこちら今他の飲んでるので別 VTR で飲んでみた感想をご覧ください。多分ね 50ml のお湯を入れてそこに氷を入れて飲むんだと思うんですけど、合ってるかな。こんなんでいいのかしら。めっちゃ甘い。最初にガンって甘みがきて、後からちょっとコーヒーの苦味ほわってくるけど、すごい甘いからほぼデザートですね。これもでもベトナムで飲んだコーヒーもみんなすごい甘かったから、お家でベトナム気分味わえて最高です。美味しいわ。続いてはめちゃめちゃ味が気になってるこちら、ココナッツコーヒー。これもねネットでおすすめだよって見て買ったんですけど、ベトナムで密かな人気なのがココナッツコーヒーのスムージー。これはコーヒーなのかスムージーなのか、普通のコーヒーかな。こちらもまたいいですね。こんな感じで一個一個袋になってるので配りやすい。飲んでみます。ココナッツの匂い。
75ml のお湯。少なくない？ほんと？ほんと？あ、美味しい。ココナッツの風味がわーって広がるんだけど、コーヒーの苦味が私好みだな。好き。そんな苦すぎないけどちゃんと苦味感じるような甘さもあって美味しいです。ホットで飲んだけど氷入れてアイスで飲んでもいいみたい。その場合はこれを2スティック使うといいよみたいに書いてあります。はい、コーヒー系は以上ですね。私あんまりコーヒー詳しくなくって、普通に好きだから飲むんですけど知識が全然ないので、なんかねお店にもっとたくさんもうすごい種類があったんですよ。どれがいいとか全然わかんなかったから、もしねコーヒー好きな方おすすめがあったらぜひコメントで教えてください。そして他に買った飲み物がこちら、ハス茶。日本といえば桜みたいな感じで、ベトナムといえばこのハスの花、そのお茶です。でこれで私買ったやつはここがいて、ここからねこう一個一個出せるようになってるので、これいいよね、便利。人にもあげれるし、これ絶対自分でめっちゃ飲むなって思ってちょっと大きいのを買いました。いろんなお店でねお茶飲んだんだけど、すごいやっぱ美味しかった。であとこれはすいません、完全に人にあげようって感じなので開けないんですけど、こちらこれちょっと箱で配れるからいいなと思って買ってみました。ハスとジャスミンですね。1つの箱に8個ティーバッグが入ってるので、ちょっとさっきのやつをバラバラでこう渡すよりはこれ1個入ってあげた方が高級感あるかなって感じのお土産です。さあそして私お腹が空いてきました。今ほんと朝ごはんだからこれが。でちょっとねティータイムしながらお菓子食べたいと思います。朝からお菓子でベトナムのお菓子全然わからんって思ったんだけど、ガイドさんおすすめのお菓子買いました。こちらこれね味がいろいろあって、ミルクとコーヒー、チーズの3種類です。でガイドさんはね確かバニラ味が美味しいって言ってて、バニラ味が見つからなくて、もしかしてミルクのことかなと思ってちょっとミルク買ってみたんですけど、まずこちらから食べてみたいと思います。で1個がね長いの、なんかどんなだろうね、うまい棒的なこと？気になる気になる気になる。あ、もうじゃあったかい、もうじゃあったかいね。あ、いい匂い、甘い甘い優しい匂い。いただきます。美味しい。この周りのサクサクの中にチョコが詰まってて、ここがミルク味でめちゃめちゃ美味しいです。あ、これはサクサク食べちゃうね。うまい棒はなんか太いからこう割ってさ食べたりするけど、これ細いからそのままパパパパって食べれる。美味しい。ただこれめちゃめちゃ歯に詰まるはい、続いてチーズです。チーズ味、甘い系としょっぱい系があるっていいよね。いただきます。これも好きだけどちょっと好み分かれそう。はい、こんな感じで、こちらもチーズのチョコじゃないけど、なんかなんだチーズ入ってますちょっと癖があるけどすごい海外っぽいちょっと表現力が足りない。これが何チーズかっていうのが出てこないの。ちょっとチーズの知識も足りないもんですいません。好み分かれそうだけど私は好き。そして最後がコーヒー味。甘いしょっぱいの後どうなんでしょう、苦いのかな。見た目チョコっぽい。あきゃー。コーヒー風味チョコ的な感じ。そんなにコーヒー強くないです。ちょっと苦味があるかな。はい、続いてはこちらです。見た目がめっちゃおしゃれなデザインのミックスフルーツチップス。それぞれの果物の味もあったんだけど、1個でいろんなの入ってるのがいいかなと思ってこちらにしました。これは配り土産っていうよりはもう1袋このまま入ってあげる感じですね。これどうやって開けんだと思って今ハサミ持ってきたんだけど、ここにオープンヒアって書いてある。これを硬い。オープンてかさ、バナナ以外よくわからないのよ、フルーツが。何のフルーツあ、美味しそう。すごいブロックみたいな音がする見えるかしら。こんな感じでね、いろいろ入ってます。なんか食べてみよう。なんだこれ。私には人参にしか見えない。てか一個一個がねすごい分厚いです。いただきます。美味しい。やっぱ人参かな、ちょっとわかんないこれとかなんだろう。
かんないけど美味しいからいっか。でもこれすごいいいわ。何かわかんないうちに全部美味しい美味しいっつって食べきっちゃいそう。これもなかなかおすすめ。続いてはこちらです。なんか可愛いよね。パッケージめっちゃ好きです。これ好きで、中身もね可愛い。一個一個こうやって箱に入ってるの。開けるとじゃん、コンソメキューブみたい。すごい丁寧に包装されてるね。問題は味ですよ。これ何なんだ？すごいホロホロホロ。なんか見た目はクッキーみたいな、なんだろう、カロリーメイトみたい。いただきます。ちょっと違った。いやでも好きな人は好きか？私はちょっとダメだった。最初口に入れた瞬間はすっごい美味しいやつと思ったんですよ。これが口に入れた瞬間ホロホロホロって崩れていって、ちょっと落眼みたいな感じで、最高じゃんって思ったんだけど、味が私は好きじゃなかった。独特。ちょっときな粉っぽいかなって一瞬思ったんだけど、ちょっと違った。でも私が好きじゃないだけかもしれないからわかんないから、ちょっと機会があったら試してみてください。続いてはちょっといいお土産って感じのこちらの2つ、高級チョコレートです。って言ってもベトナムで買うからそんな高くないんですけど、こちらの5枚セットが14万3500ドン、だいたい700円ぐらいか。いいよね。でこっちの方も5枚セットで24万5000ドン、1200-300円ぐらい。ちょっとこっちの方が高級か。でこちらの方の味がミルクチョコレート 40%、 ダークチョコレート 70%、 ダークチョコレートコーヒー、ダークチョコレートシナモン、エクストラダークチョコレート 100%。 うわー苦そう。ちょっと食べてみたいと思います。すごい、こうやって並べるとめっちゃおしゃれ、かわいいです。おしゃれ。これいいプレゼントになるよ。じゃあちょっといただきます。ミルクチョコレートだけどそんなに甘くない。美味しい。めっちゃ食べやすいですねこれ。噛んでいくとだんだん甘みが増してくるようなチョコレートです。なんか家の近くで工事始まっちゃってガンガンうるさいかもしれない。ごめんなさい。続いてはダークチョコレート 70%。ちょっと酸味がある。チョコ？酸っぱく感じるんだけど、さっきのミルクチョコレートが思ったより甘くないなって思ったけど、それがすごい甘かったなって感じるような味。酸っぱいよ。続いてダークチョコレート 100%、 真っ黒のパッケージがかっこいいです。いただきます。苦酸っぱい。なんか酸味がやっぱあるな。チョコの味じゃないよ。こんなだっけチョコって。本当はこういう味なのかな。普段食べてるのがめちゃめちゃ甘くしてもらってるだけで、実はこういう味なのかもしれない。でも私ダークチョコレート割と好きなタイプの人なんだけど、これは初めての味だよ。エクストラダークシュガーフリー。なんか新しいよ。続いてはこちらの茶色いパッケージ、ダークチョコレート with アラビカコーヒー。いただきます。どんなだろう。これは食べやすい。なんかあんま最初コーヒー感なくないって思ったんだけど、最後に口の中がほわってコーヒーになりました。美味しい。これ良き。最後は味の想像がつかないこちらですね。ダークチョコレート with シナモンで、開けた時からもうシナモンの香りがわーってすごい強いです。香りが。いただきます。なんで怒ってるの？最初から最後までずーっと鼻のここにシナモンがいる。チョコとシナモンが私の中で別鼻からこっちがシナモンで、口の中はダークチョコ。でもチョコ酸味なく、普通に苦めのチョコだなぐらいの感じです。美味しい。では続いてこっちのチョコレートいきます。何味だこっちは。なんかこれみんなくっついてるよ、パッケージが。これ
外のやつ剥がしたらそれもくっついててこれビロンって開いちゃってで今一個一個剥がそうとしたらなんかみんなくっついてる。そう嘘だまとめてあげるからさいいんだけどさ、人にあげるときはさちょっとびっくりした。こりゃひどい。ちょっと味が見えないじゃんこれじゃあ。プレーンホワイトチョコ&コーヒー、ダークチョコレート&ナッツ、ダークチョコレート&マンゴー、ダークチョコレート&セサミです。じゃあ最初のからいきましょう。こちらのチョコを開けるとこんな感じです。じゃあまず普通のダークチョコレート。美味しい。なんか苦味とか全然なくって、味的には日本で売ってるダークチョコレートと同じような感じなんだけど、なんだろう、油が多い感じ。すっごい滑らかですごい油脂を感じます。はい、まずこちらでした。続いてこちらです。すごくない？これオレオみたい。ホワイトチョコ&コーヒー。つぶつぶが結構しっかり感じる。美味しい。味が結構すっきりしてます。ホワイトチョコレートって結構濃厚で甘ったるいイメージあると思うんですよ。でもこれはすごいすっきりしてて、でほのかにコーヒー。でもやっぱりちょっとなんだろう、油感があるでもめちゃめちゃ美味しいですこれ。あとこっちのチョコの方が薄い、パキパキ割って食べやすいなって思いました。続いてこちらのダークチョコレート&ナッツなんですけど、見るとねこんな感じでナッツがゴロゴロンと入ってます。普通に食べやすいナッツがここにイラストがあるんですけど、カシューナッツかな入ってて、そんなに主張してこない感じでさりげなく入ってます。次がね想像つかないダークチョコレート&マンゴー。これもナッツみたいにボコボコってしてるんで、これがなんかドライフルーツ的な感じで入ってんのかな。美味しい。やっぱりドライフルーツっぽい感じでマンゴーが入ってるんだけど、食感がちょっとグミみたいにちょっとピンクイってしてる。でグミっぽいところがちょっと甘いんだけど、ダークチョコレートですごいすっきりと食べやすいです。これ意外と今一番美味しいかも。最後このパッケージボロボロになっちゃったやつ、セサミ。見た目は普通に真っ黒。いただきます。いるかもセサミ。でもそんな主張してこないですね。割と普通のダークチョコレートに近いです。はい、というわけでベトナムのね高級チョコレート2種類のブランドを食べてみたんですけど、私的にはこっちの方が味的には食べやすいかなと思いました。こっちは普通のミルクとか美味しいんだけど、本当にダークチョコレートが結構酸味があってびっくりしたので、そういうの好きっていうねチョコ通の方はいいと思うんですけど、そうじゃない普通にチョコをお土産で買ってこうみたいな感じだったらこっちの方がみんな味が親しみやすいかなと思います。はい、というわけでお菓子系は以上で、続いてはもうザ食品って感じのものに行きます。まずはこちら、インスタント麺です。やっぱ海外行くとねその土地のインスタント麺ついつい買っちゃうんですけど、今回はフォーを2種類買ってきました。こちらが魚介ですかね。エースコックなんだこれ。なんか後ろに富士山の絵とかあるんだけど、作り方書いてあるのでなんとなく探りながら食べてみましょう。はい、それじゃあ作ってみます。中身は麺とスープパウダーと辛いやつ。器に麺とスープパウダーを入れてお湯を注ぎます。そしたら蓋をして3分。はい、できました。具は全然ない貝もどきみたいなのも入ってないですね。どうだろう味は。麺はいい感じ、美味しい。なんかスープ味がすごい強い。一瞬辛いかと思ったけど、辛さとはまた違う。なんか胡椒なんだろう、強でも美味しい。続いてもう一つがこちらです。リーフの方ですね。牛さんの絵が描いてあります。こちらも裏に作り方があるので探り作ってみます。はい、じゃあちょっと暗いんですけどこちらですね。開けてみます。匂いがすごい。こうなってるんだ。麺が入ってて、なんかタレとかお粉とかですね。中身をね開けました。麺とスープ、多分お湯で薄まったらスープになる味のとこ、あと具ですね。でこちらがねちょっと舐めてみたら辛かったので、私辛いのダメなんでこれなしでいきます。そしてここにお湯を注ぎます。
これで蓋をして3分待ちます。袋麺だからお鍋でグツグツ煮るのかなと思ったら、カップラーメンの容器がないバージョンみたいな感じですね。はい、完成しました。具のお肉がちょっとだけ大きくなったかな。いただきます。結構麺がしっかりしてそう。お店のにはもちろん劣ってしまうんだけど、でも十分楽しめると思う。これ美味しい。あ、スープうま。このお肉もやっぱりね、まあカップラーメン的な感じだからこんぐらいだよなって感じだけど、これ自分で具を足しちゃえば結構ちゃんとそれっぽくなる気がする。美味しい。私はね、家にあるフリーズドライのパクチーを足しながら食べたいなと思います。これは買っといてよかった。めっちゃお土産喜ばれると思います。はい、続きましてこちらです。エビせんなんだっけエビせんでいいんだっけ。よくお店とかで出てくる揚げせんべいみたいなやつ、自分でお家で揚げて作るものです。もうやってみましょう。これがせんべいになるの？これを揚げます。不思議な形。すごい一気に入れすぎた。ちょっと一瞬で膨らんだからさ、揚げ上がりのタイミングがよくわかんないんだけど、もう少しだけ揚げてみました。これで完成ということにしたいと思います。わー、これお店で出てきたらめっちゃテンション上がるやつなんだよな。揚げたて1個いただきます。ちゃんとできてる。めっちゃ美味しい。わかります？このサクサク感。ほんのりエビの風味が口の中に広がって、ちょっとお塩とか振ってあげても美味しいかも。でもそのままでも全然美味しいです。わー、なんか家でこれ食べれるの超嬉しい。これ買ってよかった。あとこちらですね、ペッパー&ソルト with レモンっていうね、調味料。これなんかお土産に人気みたい。ちょっと舐めてみますか。もう口の中が今ね、とりあえずわーって取ってんだけど、口がチョコレートでね、まだとしょっぱいの舐めたい。こうなってるんだ。いい匂い。よいしょ。はい、開け口こんなです。ドバって出ちゃうよね、こんなの。そんなにね、レモンの味はしないよって言ってたんだけど、案の定ドバって出たわ。ちょっと舐めてみます。思ってたよりレモンするよ。そんなしないって言ってたけど、する。美味しい。これお肉とかにかけたい。塩コショウプラスレモンですごい爽やか。これ美味しい。はい、そして最後に1個紹介したかったんですけど、こちらです。蜂蜜味見したかったんですけど、どんなに頑張っても蓋が開かないので、ちょっとごめんなさい。これできないです。ゴム手袋とかしてこうやったんだけど全然開かない。ベトナムはね、蜂蜜も有名らしいんですよ。だから買ってみたの。で、ガイドさんが言うには蜂蜜パック、もう蜂蜜そのまま顔に塗ってパックするんだって。それもちょっとやりたいのに全然開かないんでごめんなさい。ちょっとこれはレビューできないんですけど、特にこれが絶対いいとかじゃなくって持ち帰りやすいサイズということでこれを選びました。すごい色々種類あるのでぜひ見てみてください。はい、というわけで買ったもの以上で全てになります。なんかすごい私ここにカーディガン置いたままだった。で、私が今回お買い物をしたスーパーが2つあって、1個がビンコンランドマーク内のビンマートっていうところで、ちょっとホーチミンの一番お買い物する中心部とは離れてるんですけど、広いスーパーでお買い物をしたのと、あとおすすめのスーパーがドンコイ通りのところにあるラッキープラザ内にあるサトーラマートっていうのかな。ここがね、もう完全に日本人向けのスーパーになってて、お買い物しやすいなと思いました。もう日本の方で初めてベトナムホーチミン行くって言うんだったら、ここのスーパーがいいと思います。多分もうツアーのルートにも含まれてるだろうなっていう感じで、日本人の観光客がほとんどで、商品も結構日本語の説明が書いてあったり、あとさっきのコーヒーみたいにも商品名に日本語が書いてあったりとか、結構わかりやすいスーパーでした。で、スーパーによると思うんですけど、ベトナムのスーパーね、入り口のところに警備員さんがいて、こう大きいバッグ持ってたら万引き防止のため
上にバッグのところね口塞いでテープ貼るんですよ。で出るまで開けないって感じなので、大きいバッグ持っていくって方はお店の入り口のところにロッカーがあればロッカーに入れるか、そのテープで塞ぐかして買い物するんですけど、携帯でいろいろ見たりとかしたいので、私は大きいバッグから携帯と財布だけ取って、それで見ながら回るっていう風にしました。ちっちゃいポシェットとか万引きするような感じじゃないものだったらもうそのまま入れるっぽいので、お買い物する際にはこれ覚えておくといいかなと思います。あと私が今回買わなかったけど気になったものはライスペーパー。ちょっと家にねあるから買わなかったんだけど、とにかく向こうの春巻きね、ちょっと生ものは怖いなと思ったから生春巻きは今回やめといたんだけど、揚げ春巻きがめちゃめちゃ美味しかった。またちょっと日本でもねベトナム料理食べたいななんて思うんですけど、気になったのがライスペーパーと、あと結構お土産でナッツ系が多かったですね。これも家にたくさんあるから買わなかったけど、見てみるといいかなと思います。あとさっきも言ったけどコーヒーの種類がすごい豊富だったので、コーヒー詳しい方は結構楽しめるのかななんて思いました。というわけでベトナムのスーパーで買った購入品紹介以上となります。で最後に今日のリップ紹介。今日は結構華やかなねベトナムの青材着てるので、もう着る場面ないから動画で着るしかないと思って着てるんだけど、これね華やかなのでこちらです。花恵美のリップ&グロス系統です。鮮やかな赤の口紅と上にグロスも重ねました。もういっぱい食べたからちょっと取れかけてるんだけど、はい、今日はこんな感じでお届けしました。今日の動画参考になった、ベトナム楽しそうと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと今回ベトナムの動画たくさん出してるので、動画概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ他の動画もね見て楽しんでください。それじゃバイバーイ。